日本で暮らしている皆さん、電車は静か、接客は丁寧、街は整えられている。この当たり前の日本、皆さんはもう慣れきっていますよね。でも実はこのような日常に韓国人たちが次々と衝撃を受けていることあまり知られていません。逆にですね、日本人が彼らを見ていると、日本の正体が次々と語られているんですよ。なぜ日本はここまで韓国人に異質に見えるのか、5人の話を紹介します。ご飯の食べ方に驚愕した人、牛丼に驚愕した人、日本人のある認識に驚愕した人、新宿駅に驚愕した人、大阪に驚愕した人を紹介していきますね。まず1人目、ご飯の食べ方に驚愕した人です。翻訳します。日本ではね、お茶碗の手に持って食べるのがちゃんとしたマナーなんだって。お茶碗を持って箸で一粒一粒集めて食べる。その感じが確からしい。それに普通の食堂ではスプーンが出てこないことも多い。日本ではスープもスプーンじゃ飲まない。器を持ってそのまま口をつけて飲むことが多い。スプーンなしでお茶碗を持って箸でご飯を集めて、汁物は器ごと飲んでいる自分を、日本にいるなって思ってこれを書いた。解説しますね。これですね、韓国人から見るとかなりのショックなんですよ。韓国ではご飯の器を手に持つ行為は目上の人には特に行儀が悪いとされがちです。日本人からしたらご飯は机に置いたままスプーンだけをで食べる人を見てどんな思いをしますか？行儀悪いと思っていませんか？それの逆バージョンの思いが韓国ではあります。面白いことに韓国では机に置いてスプーンだけで食べた方がマナーなんですね。なぜかというと、韓国で昔の貧乏が小じをするときに器を持ってやっていたようです。これをもってですね、韓国では行儀悪いよねという教育がされていました。そして彼らが日本に来たら、大人が当たり前のようにお茶碗を用い、箸で一つずつ丁寧に集め、味噌汁を器ごとに静かにすする光景があるんですね。韓国人には全く未知の動作なんです。2人目、牛丼に衝撃を受けた韓国人です。翻訳します。学生の頃の話なんだけど、留学生たちは冬に風邪をひくと、よし、牛丼を食べて早く治そうと言って牛丼屋に行ってた。すると日本人の友達が、風邪なのに牛丼、うどんじゃないのって止めるわけ。そしたら今度は韓国人は、なんでうどん？肉食べなきゃダメでしょ！うどんはご飯じゃないって、なぜか論争が始まる。結局、日本人は行くことになって、よくわからない顔をしながら牛丼を食べる。鼻をすすりながら牛丼を必死に書き込む韓国人。どうしてもうどんを食べてほしくて、コンビニで買ったうどんをそっと手渡してくれた優しい日本人。今思い出しても最高の思い出。解説します。これめちゃくちゃ微妙な文化の違いなんです。韓国では体調が悪いイコール栄養をつけるイコール肉を食べるという発想がかなり強いんです。特に牛肉は回復するときに食べる食、状況創始の代表格なんです。一方日本で真逆ですよね。風邪は胃袋を休める。だからうどんとかおかゆとか食べますよね。消化の良さと身体への優しさが最優先されます。つまりこれは牛丼 VS うどんの話を超えて、回復とは何かという前提の違いなんです。今回の話面白いことはですね、そんな無言の前提あるんじゃないですか。これ共有されてないってことですね。韓国人は栄養をつけた方がいい。日本人は身体に負担をかけない方がいい。こういうのってお互いに言わない限りは分かり合えないもんだなって思いました。3人目の話、日本人のある認識に驚愕した人です。翻訳しますね。最近よく見る、ちょっと笑えない日韓文化キャップ。日本人、K-POP 好きです。韓国人、あんまり私 K-POP 聞かなくて、韓国人、日本のアニメ好きです。日本人、私あんまり見なくて、気まずい沈黙。解説しますね。K-POP 好きですって言ってくれる日本の方、僕100人ぐらいは会ってきたんじゃないかなと思います。自分の国の文化に興味を持ってくれるのは素直に嬉しいです。ありがたいですね。しかも僕自身ですね、K-POP をちょっとだけ推してるグループもあって、その話題で会話でちゃんと盛り上がることもあります。でもですね、そうじゃない人には大変そうだなと思いました。K-POP 好きですと言われた瞬間、かなり複雑な気持ちになるんですよ。ありがとう。興味を持ってくれたんだ。でも、僕は全然知らないけど、会話どうやってつなげればいいのかってなります。これ日本人に置き換えると分かりやすいんですね。日本人がですね、外国人から日本のアニメ、動画、漫画大好きって言われた時と同じですね。ありがたいけど、それしないけど、どうしようみたいな感じですね。皆さんどう対処していますか？教えてくださいね。
文化交流あるあるの話でした。4人目、新宿駅に衝撃を受けた韓国人です。翻訳しますね。駅の複雑さ。世界最高難易度は日本の新宿駅だと思う。現地の日本人ですら自分が普段使っていないエリアだとわからなくて軽くパニックになるレベル。昨日は友達が新宿駅で2時間も迷子してて泣きそうになったらしい。私は韓国で地下鉄9号線に乗って高速ターミナルというソウルの駅に降りたらあまりにも簡単で、あまりにもわかりやすかった。やっぱり自分の国が最高だと思った。解説しますね。俺、日本に来てる韓国人なら共感します。僕も共感しています。新宿駅ですね。皆さん知ってましたか？ JR、私鉄、地下鉄など合わせると10路線以上らしいです。で、1日だけで利用者数が約350万人です。駅というよりかはもう都市ですよね。韓国ソウルにも巨大な駅はあるんですけれども、路線構造が比較的シンプルなんですね。一方、新宿、東京とか、もう増築、改修、再増築を何十年繰り返した結果、世界で見てもかなり珍しい。多分世界で日本だけだと思うんですけれども、そういった構造になっています。この投稿を書いた韓国人、最後にやっぱり自国が最高と締めてるんじゃないですか。これですね、でも日本の方も同じ感情すると思うんですよね。地方に住んだ人が東京に出たら、あまりにも複雑すぎる。やっぱ自分は自分が住んでた地域が最高ってなる現象ですね。僕の友達もですね、九州大学の友達だったんですけども、そういうのが合わないから、もう東京には絶対行きたくないと言っていましたが、逆にですね、僕はこういうカオスがあまりにも好きで東京に住んでいます。未だに新宿駅、そして池袋駅の構造は覚えられてないんですけれども、行くときになんか迷路を解いていく感覚がして面白いんですね。最後5つ目、大阪に衝撃を受けた韓国人です。翻訳します。久しぶりに大阪に来て感じたこと、街の広告や看板やとにかく自己主張が強い。特に看板はちょっと精神が散漫になるぐらいの派手だけど、それがこの街のフィーリングだと思う。硬いビジネスミーティングでも普通にツッコミが入る。みんなではははって笑う。どういうことでショック。東京よりも人間味を強く感じる。声も大きいし、リアクションもはっきり、自己主張も強い。でも不思議と嫌じゃない。地下鉄には顔認証パスもある。首都高みたいなバイパスもあって、通行料も取られない。道も綺麗、景色もいい。なんか得した気分。これからも大阪によく行こう。よろしく大阪。解説しますね。東京と大阪の違い、面白いですよね。東京って空気を読む、抑制する、均一化する街だとすれば、大阪は僕のイメージ、ガンガン言う、楽しく笑い合う、自己主張する街ですね。だから韓国人には、同じ日本なのに雰囲気が全然違う。なんか大阪って韓国っぽくなんかストレートな感じするなってなるわけですね。最後にですね、僕が思う日本の面白さを話します。今日紹介してきたスレッズの投稿、どこも日本人から見たら、当たり前なんじゃないのの連続だった気がします。ご飯の食べ方とか、風邪の時の食事とかそうですよね。でも、外から見ると、それ全部が、あ、これ日本文化だね、面白いねって立ち上がってくるんですよ。特に最後のエピソード、同じ日本なのに、東京と大阪でここまで空気が違う。生と動、抑制と感情、秩序と笑い、一つの国の中にこれだけ違う顔が共存しているのは面白いと思います。僕自身もその奥行きが面白くて日本に住み続けています。毎日が発見でたまらない。皆さんは日本で長年住んでみてどのような発見をしていますか？よかったら他の動画を見てくださいね。以上、パクでした。アニョ。